第10章エメア星系ノンモ種族オーイヌザ・シリウス C エメア星系惑星ザイランシアノンモ種族。ノンモはもともとトゥラ星系にある惑星ニアンの先住民でした。しかしオリオン同盟に追われ、彼らはアシュケラ星系の第三恒星である暗赤色の Y 星エメアへ移住しました。エメアは他の2つの恒星シリウス A とシリウス B が楕円軌道を描く中心地です。彼らはその恒星系で独自の惑星を発見し、製造条件に合わせてテラフォーミングを施し、ザイランシアと名付けました。ノンモはアンフィビアン、両生類型の特徴を持つ存在であり、両生具有の性質も持っています。これはザイランシア上の生命体全般に影響を与えている2つの恒星シリウス A とシリウス B の特異な重力と磁場の影響によるものです。ノンモたちが住むエメアはアシュケラ星系の強力な重力とトゥラ星系の密度の高い磁気の引力の間に引き裂かれた場所であり、エメア星系はこの2つの天体シリウス A とシリウス B の重力の中心地であると同時に複雑な磁気構造の中心地でもあります。近隣の恒星の軌道の影響によりザイランシアには夜が存在しません。この世界は驚くべき美しさを持ち、3つの恒星の光で絶えず照らされています。また大部分が海洋に覆われた豊かで美しい水の惑星です。ノンモは約5000年前に多くの旧地球文明シュメール、バビロン、アカディア、エジプト、ドゴなどと接触しましたが、レプテリアンのシカール帝国に追われ地球からの撤退を余儀なくされました。ノンモは銀河を旅する能力を持つ艦隊を保有しており、巧みに設計された水中都市で生活しています。彼らは平和的な文化を持つ種族であり、銀河連合の一員です。地球上でも存在しており、地球の海底にある銀河連合の水中基地に物理的な拠点を持っています。さていかがでしたか？今回はエレナ・ダナン氏の著書 A Gift from the Stars Alien Races と Encyclopedia Galactica Vol. 1よりシリウス星人の代表的なシリウスの10種族についてアートとともに分かりやすくご紹介してきました。シリウスという宇宙種族の名を耳にしたことのある方は多いかと思いますが、このように多種多様な種族にあふれている世界であったことは想像しにくいかもしれませんね。今回ご紹介した10種族はその中の一部なので、実際にはさらに多様です。またシリウスに存在するすべてのグレーやレプテリアンが闇の存在というわけではありません。しかしシリウス B にはかつて太陽系で闇の活動を行っていたアシュタール・シリウス共同体の本拠地が2021年まで存在していたことや、シリウス全体が何千年にもわたりネブ・シカール帝国により侵略を受けてきた歴史があります。同様にこの地球上でも闇の勢力は何世紀にもわたり宇宙の方であるプライムディレクティブを巧みにすり抜けながら私たちの意識レベルを操作して低下させ、個々が本当の意味での内なる真実に従う自由意志を奪ってきました。一方で
シリウスには多くの素晴らしい宇宙種族が存在していることも知ることができました。特に尊敬、名誉、誠実といった高い倫理観に基づいて生きる誇り高きウルマ種族は、まるで日本の武士道を体現しているかのようでした。また、集団意識に基づいた効率性と同期性を持つカイザー種族については、その特性が日本人の DNA の中にも一部受け継がれているのではないかとさえ感じられました。皆さんはこの一連のシリウスシリーズで特に印象に残ったことなどはありましたか？ここで2021年に解体されたアシュタール共同体と深く関わっていたネブ帝国について軽く触れておきます。この一連の出来事は、カバールと深く関わっていたエヴァン種族、人型爬虫類グレー種族がドル石地、コロラド州とニューメキシコ州の境界付近に位置する秘密基地から逃亡を試みた際、銀河連合によって捕らえられたことに端を発します。エヴァン種族は MJ12 やディープステートとも密接な関係を持っていたとされています。銀河連合は捕らえた9名のエヴァン種族の脳に施されていた防護シールドを解除し、そこから得られたコード、暗号を用いて銀河連合の高等指揮官であり科学者でもあるデネソーがネブ帝国の女王へアクセスすることに成功しました。この女王は実体を持たないコンシャスインテリジェンスで宇宙を漂う超意識的な存在であり、蜘蛛の巣のようなネットワークを通じて全体を統括していました。このアクセスの結果、ネブ帝国の女王は滅び、彼女と背部意識によって結びついていたグレーなどのすべての存在との接続が断たれました。ネブ帝国はこれまで圧倒的な力を誇っていましたが、女王の崩壊によってネブ帝国と関わってきた多くの闇の同盟が弱体化しました。例えば、闇に関与していたプレアデスのアルキオネ・ジャイハ政権に属するタールシアール種族はオリオンのシカール帝国との関係を断ち切り、現在彼らの生系住民の生活向上に尽力しています。また、ネブ帝国とつながっていたグレー種族の中には、自らの母性、故郷の星との再接続を果たしたり、貿易商人種族として再起の道を歩み始めたりする例も見られています。さらに、太古の昔から地球の奴隷化計画を進めてきたエンリル、ユーとレプテリアンのリーダーであるピンダールも同時期に5種族評議会、アンドロメダ評議会、銀河間連合シーダースにより裁判にかけられ、太陽系から追放されました。彼らは宇宙の刑務所ともいえる場所で監視されながら、心の周波数が向上するまで生き続けることになります。現在もシカール帝国による太陽系外での戦争は続いていますが、彼らの勢力も衰退しつつあります。その背景には、銀河連合と提携した強力なネグマク・グノモポ種族の存在があります。現在は銀河連合に加入しています。この種族は見た目こそ巨大な雲のようで恐ろしいものの、善良な存在とされています。その強靭さはシカール帝国をも怯えさせるほどであり、彼らは銀河連合にとって頼もしい存在となっています。このネグマク・グノモポ種族は
映画インディペンデンスデーに登場する地球侵略者のモデルにもなったと言われています。この映画は人々に恐怖を与える目的で制作され、カバールが関与していたとのことです。最後にエンリル、ユーやピンダールの逮捕、そして多くの闇の種族が太陽系から撤退したことで、長い間闇の勢力に支配されてきた地球人類は、今まさに魂の解放と本当の意味での自由の時代を迎えようとしています。風の時代と呼ばれているこの新たな局面において、地球および太陽系全体においても同様に解放の時代を迎えています。これからは地球人類一人一人の意識が新たな局面を迎えるのに重要な鍵となります。私たちが無数に存在する平行宇宙のどの未来へと進むかは、まさにこの集団意識にかかっているのです。さらにプライムディレクティブと呼ばれる銀河の法則は、個人の自由意志の尊重をより重視するために2022年に改定されました。この改定により、銀河連合を含む多くの宇宙種族が人類にさらに大きな支援を提供できる環境が整いました。これらの存在は並外れた知恵と高度なテクノロジーを備えていますが、私たちと同様に物理的な存在です。彼らは時には大きな個人的なリスクを負いながらも、人類の進化を支援することに身を捧げてきました。これらの存在は不死身でも無敵でもありません。彼らの寿命や進化の段階は私たちとは異なるかもしれませんが、私たちと同様に魂が吹き込まれた貴重な生命体です。だからこそ地球の住人である私たちにとって、救世主とみなした彼らがいつか現れて私たちを救済してくれるだろうと待ち望むのをやめ、代わりに自分自身の真実を生きる責任に目覚めることがますます重要になってきています。現在地球上には依然としてディープステートや闇の勢力の残党、地球人とグレーのハイブリッド種族などが身近に存在しており、これまで以上にやりたい放題に最後のあがきを試みています。しかし彼らはリーダーを失ったことで確実にその勢力を読めつつあります。とはいえ彼らは私たちの知り得ない高度なテクノロジーを持っているため、油断は禁物ですが、そしてまた著者エレナ氏が語るように、私たち一人一人の中には計り知れない力が宿っています。その力を信じることこそがこれからの未来を切り開く原動力となるのです。暗いニュース、分裂、戦争、病気、自然災害、政治情勢といった操作された現実に巻き込まれていくのではなく、心を整え、期待ではなく希望を持って歩むことを意識していきましょう。私たちは低い周波数に同調せず、雑念を手放し、リラックスして物事の本質を見極め、お互いに支え合いながら、歩み寄りながら団結することで、大きな力を発揮することができるのです。これからも地球外知的生命体である銀河ファミリーについてさらに詳しくご紹介していきます。次回はアンドロメダについてお話ししていく予定です。オープンコンタクトに向けて地球外種族への興味を深めていただくと同時に、皆様の意識が少しでも広がるきっかけとなれば幸いです。本日もご視聴いただき
誠にありがとうございました。それでは次回をどうぞお楽しみに。